以前コミュニティで私たちに関する質問を送ってくださいとお願いしました。その後たくさんのコメントが届いて、今日このように動画を撮ることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、質問内容をこのノートにまとめていますので、その質問内容を読んでからお答えしたいと思います。途中話が脱線することもあるかと思いますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは Q&A スタートです。緊張する。落ち着くわ。じゃあ最初の QA は、あなたたちの年齢と誕生日を教えてください。はい。すずの年齢は31歳です。誕生日は1993年生まれの7月31日です。いや、嘘つき。え7月31じゃない。あ、間違えちゃった。なんで嘘つくの31歳に持ってかれちゃった。なんで嘘ついてんの7月13日生まれです。で、モリアンの年齢は同じく31歳で、誕生日は1993年2月26日です。じゃあ次、兄弟は何人いますか？はい、私は6個上の姉が1人います。2人兄弟です。はい、モリアンは、7人兄弟で、僕が、長男なんですけど、上から3番目だから姉、僕、妹、弟、弟の計7人兄弟です。すごい多い。はい。じゃあ次、あなたたちの学歴を教えてください。私は大学卒業で、学部は健康メディカル学部です。理学療法学科に所属していました。はい。で、モリアンは、専門学校卒業で、建築学科を、専攻しまして、その後、一度社会人を得たんですけども、2年前ぐらいに、通信課程の大学に入学しまして、そこでは、税務会計を専攻しました。あなたたちの仕事を教えてください。私は今理学療法士として働いています。なんか俺だけ長くなるんだけど僕は、直近の仕事は、不動産金融関係の仕事をしてまして、主に、不動産を、不動産を預かってそれを、直したり、家賃を受け取ったりするという仕事をしてました。で、現在は仕事を辞めて、今学生6ヶ月間の、英語の学校に通っています。じゃあ次の質問は、それぞれのお気に入りの料理を教えてください。じゃあすーちゃんから。これは難しいけど、私は卵料理が好きなので、言ってるね。親子丼とか、オムライスとか、でもこの前の唐揚げはすごく上手にできたと自負しております。確かにあれ美味しかったね。美味しかった。じゃあ、親子丼、オムライス、唐揚げの3つね。はい。OK です。僕が、お気に入りの料理は、そうだな、結構初期のところで言うとカレーライス。あれ結構時間かかったんだけど、あれは結構美味しかったな。いろいろなんか秘密、なんか隠し味入れてたりしたから、で、そうで、あとは生姜焼き。生姜焼き結構もともと大好物だったんだけど、家で作ってもあんなに美味しくなるとは思わなかったね。美味しかった。で、最後が、ブリのあんかけ丼。あれもなんかスーパーで結構分厚めのさ、ブリ買って、なんか外で食べるいいとこ、日本のいいお店で食べるような味でした。丼はね、やっぱ基本的にパパッとできて美味しいよね。じゃあ次、はい。
旅行は好きですか？好きであれば、どこに旅行に行きたいですか？じゃあ国内と国外で答えてみようか。はい。うん。いや、国外も国内もいっぱいある。私は国内だったら、まず大阪大好きなので、大阪。そう、大阪はもうちっちゃい頃からずっと行ってたけど、最近行けてないから、大阪でしょ、で、あと私の両親の、母親の故郷が、母親じゃないや、父親か、父親の故郷が丹波篠山っていう兵庫県なんですけど、そこもすっごくいいところなので、そこにも旅行、モリアンと一緒に行きたい、あと母親の方は愛媛県の宇和島なんですけど、そこもすっごくいいとこなんで、モリアンと一緒に行きたいです。宇和島は何が有名なんだっけ？魚のタイとか真珠とか、ご飯美味しいでしょ。あとみかんも有名だよね。あと日本の文学の坊ちゃん、有名です。ちょっと俺、愛媛県は行ったことないからちょっと行ってみたいね。じゃあ僕はそうだね、まず一つ目が北海道かな。多分すーちゃんは北海道行ったことあると思うけど、僕は行ったことなくて、で僕は寒いのは苦手なんですけど雪景色を見るのが好きで真っ白な、雪景色を見るのが好き。そうそう。なのでそこで、雪祭りとか見たいと思うね。で次は香川県。仕事を結構続けてた時に、よく丸亀製麺、うどん屋さんに毎日のように通ってて、やっぱ現地のうどんが有名なんだよね。うどんが有名で、現地の本場のうどんっていうのをちょっと食べてみたいなっていうところがあるね。で最後が石垣島。これはそうだね、沖縄県の、もうちょっと南の方になる石垣島っていう島があるんですけど、ここの海がすごい綺麗で、他の国でいうと、フィリピンのセブ島みたいな感じの、なんか日本だとリゾート地で、結構結婚式とかもそこでね、人気だったりとか、すごいいいね、行きたいね。結構のどかな感じとかね、味わってみたいなと思います。いいね。じゃあ国外。海外に興味を持ったのが多分5歳とかそんぐらいの時に、そんな早い？テレビ、その時結構日本の景気が良かったから海外旅行の番組とかがすごい多くって、それでたまたま見たのが、それが確かニュージーランドだったのね。なんかもうすごい青い空と綺麗な緑の大地と、なんかすごいいっぱい果樹園みたいなのとかも映ってて、もうそれがあと羊が放牧されてて、それがもうなんかこうって感動して、そっからずっとニュージーランドには行きたいってちっちゃい子からずっと自分で言ってたから、ニュージーランドは行ってみたいっていうのがまず一つでしょ。で、あとは今友達がカナダにね、住んでるから、ちょっとそういう影響もあって、カナダはちょっと行ってみたいなって思うし、クリスマス大好きだから、クリスマスマーケットの本場のドイツも行ってみたい。ドイツはそうだね、そこはちょっと行ってみたいと思うわな。いっぱいあるけど、ちょっととりあえず長くなるので3つに絞ってますじゃあ僕はそうだね、最初は、トルコかな。トルコの僕が学生の頃建築を専攻してたのもあって、結構世界中の建築を教科書で見ることがあったんだけど、その中でそのトルコにある、イスラム建築、モスクとかそういうのをちょっと見てみたいっていうのもあったし、であと
まあ個人的にケバブも好きで現地のケバブを食べたいっていうところもある。いいね。で2つ目が、北欧、まあ、北欧全般的に行きたいけど、ノルウェーとか、オーロラをさすごい見てみたいなと思って生で。であと、まあ、よく言われるのが幸福度ランキングで北欧って絶対上位に入ってるよね。確かに日本人は北欧大好きで、ね、そうそう、北欧、まあムーミンとか好きで、そう北欧の家具とかやっぱ日本人好きだよね。だからそういうのをちょっと現地で味わってみたいなっていうところがあるよね。であと最後はスイス。大自然がアルプス山脈かな、大自然がある中にこう金融の中心地があって、まあ金融も結構仕事でやってて、その金融の中心であるスイスとかもちょっとどういう街並みなのか見てみたいなっていうところが。チーズフォンデュ食べたい。チーズフォンデュもいいね。そうだから俺はこの3つかな、ノルウェー、トルコ、スイスで全部行きたいです。まあちょっと難しかったけど3つに絞りました。全部いろんな正解もありたいよね。そうね。じゃあ次、日本ではビーガンが人気ですか？まあ、そういうお店とかありますか、っていう質問なんだけど。増えてきてるなって思いますね。そうね、増えてはきてるよね。なんか最近だったらなんかホテルとかでもその、ビーガン選べるオプションがあったりとか、飲食店もビーガンの飲食店もあるよね。最近だと都内では結構出てきてるかもっていう印象ですね。なんかでも日本のイメージだとなんか本当のビーガンの人っていうよりはなんか健康とか美容とかにこだわってる、まあ女性を中心にこう人気を注目が集まってるっていうイメージがあります。だから私たちもたまに選択肢の一つとして、そのビーガンのサンドイッチとかね、食べに行ったりすることもあります。そうだね。よし、じゃあ次、コーヒーは日本で人気ですか？であなたたちも、好きですかっていう質問だね。コーヒーはもう大人気だよね。日本ではもうサラリーマンって言ったらもうみんな朝に飲むっていうイメージだよね。だしもう老若男女飲んでる。小さい子はあんま飲まないか、若い人も男女関係なくみんなおしゃれなコーヒーショップとかサラリーマンが行くような喫茶店とか、いろんなジャンルのコーヒー屋さんがある。日本でさチェーン店でスターバックスとかいろいろあると思うけど、もう大体行列ができてみんなコーヒーをやっぱ飲んでるよね。飲んでる。私の両親もコーヒー大好き。そうなんだ。飲んで引いたりしてる時もあった。でもなんか日本人はなんか割とブラックで、砂糖とかミルクを入れずに飲む人も結構多いよね。そうだね。そうそう。ブラックの人も、で私たち的には、どうだっけ？私は飲めるけど、なんかなんだろう、苦味がちょっとまだ苦手だから、なんか甘いおやつとか、あとノンカフェインのとかがあれば、飲む。だからでもたまにね飲みたいなと思う時はそのミルク入ってるやつとか飲んでますね。そうね、俺もちょっとカフェイン飲むとちょっと頭が痛くなっちゃうから学生の時のそのなんていうのかな、夜通し勉強するっていう時にブラックコーヒーをガッて飲んで目覚まして勉強するみたいなことはあったけど、最近はそうだね、ノンカフェインのデカフェがあれば注文する。けどプラスアルファお金かかっちゃうから、それだったら紅茶とかに選ぶ。私たちは紅茶、お茶が多いけど、日本では大人気です。だね。よし、じゃあ次、あなたたちはどのようにして知り合ったのですか？何年付き合ってますかっていう質問ですね。じゃあ言ってもらっていいですか？知り合ったきっかけはマッチングアプリを通して知り合いました。で、出会ったのが、2018年の、7月夏だよね。6月とか7月とかだった気がする。でそこで1ヶ月ぐらいデートを重ねて、
4回デートしたんだよね。4回ぐらいデートしてで付き合ったのが8月、でそこからまあだから今2024年だから6年ぐらいの付き合いになりますね。じゃあ次、よく見る YouTube チャンネルはっていう質問ですね。じゃあなんかあるの？結構いろいろ見るけど、私が一番多いのは、まあ、Vlog 系が多いかな。Vlog、韓国の人の Vlog とかよく見てるし、Vlog が多いかな。あとこう日本人の人でパリとか、アメリカとかそういう海外の田舎のところで、こう暮らしてる人の Vlog とかもよく見てる。見てる。そうか。もじゃんは？そうね、俺はちょっとまあ結構幅広いかな。まあハマってるといえばラップ系ヒップホップっていうのかな。結構韻を踏んだりとか、そういうのをよくあんなに言葉がスラスラ出てくるなっていうのがあってまあ発祥は多分アメリカとかだと思うんだけど、まあ、日本風に多分アレンジしてこう即興で日本人のラッパー、そうそう韻を踏んだりとかするのが結構いいかな。であとはまあ動物系動物系が好きで普通になんかイモムシとかスズメバチとか、まあカラスとかフクロウとか、まあ、動物全般見るのが好き。なんか動物の生態みたいな可愛いやつじゃなくて、例えばトラがなんか他の動物を飼ってる動画とか見ちゃうね。まあ、あとは全般はお笑い系っていう感じかな。はい。普段何のお米を使っていますか、っていう質問ですね。日本のお米は基本もう国産がほぼ 100% 国産が多いぐらいで、その日本のお米はジャポニカ米って言って、なんだちっちゃい短い細なタイのお米とかみたいに長くなくて短いお米なんですけど、でよくなんで洗わないのっていう質問がねよく来てて、それは日本には無洗米って言ってもうなんだ日本なんていうの白く濁るやつお米研ぐと白く濁ると思うんですけど、あそこの表面のお米のところをもうきれいに、してくれてる洗う必要がないくなってるお米が売っていて、私たちはそれをいつも使ってるので、洗わなくてもそのまま浸水して使えるっていう感じですね。結構便利だよね。便利ですね。洗わなくていい。特に寒い冬とかはちょっと洗う時に冷たいから便利だと思います。はい。クリスマスや正月は祝いますか？どんな風に祝いますか？祝うよね。まあ、クリスマスは祝うけど、まあ、いわゆるそのアメリカとか海外とはちょっと違うよね、祝い方が。なんかまあ家族だったら、まあ、ケンタッキーとかまあ CM すごいやってるから、まあ、チキンを食べたりとか、ケーキを食べて、そうだね。あとはなんか日本では恋人とかね友達とかでクリスマスは過ごすみたいな人も多い印象がありますね。そうだね。みんなでまあ好きなものを持ち寄ってワイワイするみたいなのが一般的なのかな。そうだね。なのであと前々からっていうよりも本当に24、25のみで祝うみたいな感じだよね。そうだね。一つのまあイベントだよね。イベントって感じ。なんか宗教上のものではなくて感じかな。私たちはつい今日だあれだからクリスマスの動画がね、多分もうアップロードされていると思うんですが、はい、お家でやりました。一足先にお家でクリスマスのご飯を食べて楽しみました。で正月はまあそうだね、みんな例えば上京してたりすると
地元に帰省してうん家族で過ごすみたいなことも多いよね。うんうんうんであ今僕たちも年は、私の実家にモリアンと2人で帰る予定です、だから実家のご飯をそうごちそうになりに僕はカメラマンとして同行させていただきますお楽しみにじゃあ次、はい好きな食べ物やスナックはありますか？ありますはい。好きな食べ物はもうこれは小さい頃から寿司とエビフライと決まっておりますそうなんだ。はい、誕生日は、エビフライと、あとちらし寿司をお母さんが作ってくれまああ、そうだね。よく食べてるよす、ね。まあ俺もそうだね。寿司はまあそうね、チャンネル名の通り、寿司カップルで寿司が大好きなんですけど、それプラスチキン南蛮と、僕の出身がまあ九州の福岡なんですけど、そこの近くで有名なのがチキン南蛮、有名だよね、そうね九州は、あとは鶏肉の甘酢っていうのがまあ弥生県じゃなくて大戸屋か、大戸屋で、まあ、僕たち結構頻繁に行ってるんですけど、そこで出るそうね甘酢煮が結構好きですね、チキン南蛮と似てるね。じゃああ甘じょ酸っぱいだから酢鶏肉飯全部酢が入ってるから確かに酸っぱいのが好きなの。ビネガーが好きなのビネガーが好きかもしれない、確かに、はいいやお菓子だよおね。菓子お菓子はすごい悩んだんですけど今日用意しました。じゃ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 3つずつね、私すずとモリアンの好きなお菓子を3つずつセレクトしてみました、じゃあ1つずつ紹介していきます、まず君の選んだ3つを教えてくれ。はい、私の選んだ3つのまず1つ目はじゃ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 ん、このキャラメルコーンです。キャラメルコーン、これどういうお菓子なの？キャラメルコーン食べたことあるくせにいや教えてよ、どういうのかわかんないからこれはその名の通りキャラメルコーンですすごい軽い食感で、キャラメルのこの甘じょっぱいのとこのコーンのスナックのすごい軽いんだよ。もうサクってもう舌に入れたらサクってしてとろってシュワって溶けちゃう軽い感じで、パクパクいっぱい結構入ってるのに、パクパク食べれて、あとこのいいのはローストしたピーナッツが入ってるのがまた結構お気に入りポイントです。でこれなんと安いの。結構入ってるのに100円で今このご時世ね、物価高の日本で100円で買えるお菓子なんで大好きです。これだけひいきしすぎだねめっちゃ説明するよ大好き。他の時間なくなるあとこれは前動画でも出たことあるアルフォート。出たね。これはもうちっちゃい頃から美味しい、みんな好きだよね。このビスケットとチョコがもうとっても合うので大好きです。美味しいね。で、あとはおせんべいはね、悩んだんだけどポタポタ焼きにしました、このポタポタ焼きはこんな感じで1袋に2枚入ってて、この表面が砂糖醤油でコーティングされてるんですよ。ここがとっても美味しくて大好きです。これは小さい頃からみんな食べてるよね。みんな食べてます、じゃあモリアンどうぞ。まず一つ目が、このじゃがりこというスナック菓子です。まあなんか細長いものなんですけど、細かいじゃがいもをなんか細長くしたもので、カリッと、日本では知らない人はいませんいないっていうぐらい、これはもう大人気だね。大人気です。じゃがりこサクサクした食感が美味しいです、で次は、ジューシーカラーボール。これは僕が子供の頃から食べてる、子供のようなお菓子なんですけど、単純に甘くて美味しい、いろんな味が、そうラムネなんだよね、ラムネで80円で安いんだけど、それでそういっぱい入ってるし、こうもうポイポイいっちゃう、すぐなくなっちゃう、美味しくてで次が、この小グミ。美味しい。これ小さいグミがいっぱい入ってて、グレープ、アップル、マスカットってこんぐらいだよね。結構小さいね、だからこれもポイポイ食べれちゃう、でジップロックもついてて、
モリアンは結構勉強熱心なので、勉強の合間にこういうね、つそうまめるお菓子がそう好きなんだ糖分をよね。取れるからう重宝してますはい、ん、楽しいお菓子紹介。これかな。うん、旅行など、違う種類の動画を試してみたいですか、うんっていう質問ね。まあそうだね、俺たちは今、日常系の Vlog をやってるんだけど、まあそうね、チャンスがあればやってみたいよね。やってみたいと思ってますね。まあもともと世界をこう回ってみたいっていう思いがあって、まあ、この動画を始めたのもあるから、そうね、まあいろんなとこちょっと滞在する動画とか、もともと結構年に 1,2 回は旅行もね、行ってた、国内はね、行ってたので、そういう旅行した時に結構ね、そういうご当地のスーパーとか回るの好きだったりとか、ね、そういうのも撮れたら楽しい、皆さんに日本の魅力をもっと伝えられたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ次、どんなきっかけで、恋に落ちましたかっていう、まあ付き合った、きっかけみたいなところかな。君は？私は初めてモリアンとデートした時に、モリアンが話してくれたエピソードで、満員電車サラリーマンやってたから、朝の満員電車に乗っていた時に、ぎゅうぎゅうすぎて隣の人とこうね密着し合ってる状況で、だからおじさんが、目の前にいたおじさんがある駅で降りようとしたんだよね。そしたらその人のおじさんのベルトだっけ、おじさんの、カバンの、なんか引っ掛けるところが、僕のベルトのこの紐の部分っていうのかな、あそこにこうガチャンって引っかかっちゃってね、だからカバンと俺のズボンがドッキングしちゃって、でももうはい急いでるから、朝のラッシュで急いでるから、あーってお互いね、こうあーってなってるところをモリアンが気を利かして、モリアンも急いでるね、満員電車だから。僕のその目的地というか降りる駅は、もっと先だったんですけど、そのおじさんはそこが降りる駅だったから、一緒に降りてあげて、っていうね、降りてあげたっていう話を聞いた時に、ああいい人だなと思ったのが恋に落ちたきっかけですかね。面白い。俺はそうだね、初めて会った時に、さっき大阪が好きとか、丹波篠山が好きって言ってたけど、おばあちゃんに、頻繁に会いに遠方に行ってて、ちょっとおばあちゃんもその大切にするっていうのが結構いいところだなって思って、いや最近の若者はっていうか、あんまりおばあちゃんを大切にしてないみたいなイメージがあったから、そういうの大切にするんだったら付き合っても大切にしてくれるんだろうなと思って、そこが恋に落ちたきっかけですかね。初めて知りました。じゃあ次、東京に住んで良かったこと悪かったことを教えてください。じゃあまず良かったこと、そうだね。じゃあ何かある？まず車を持たなくても、いろんなところにアクセスが良くて、とても便利。交通の便がね、もう全部バスとか電車も、もう整備されてるから、いらないよね。あとやっぱりね、東京に初めて住んだのは、東京の文京区っていう2人でね、住んだのは文京区ってところだったんですけど、もう日本の有名な東京駅とかね、秋葉原とか、上野とか、もうどこにも行っても魅力的な街にあふれてて、もう本当に楽しかったよね。どこ行っても、あそこだ、ここもみたいな感じで。全部徒歩圏内で、有名なとこも回れるし、買い物も、神社とかもね、お寺とかも観光もできるし、便利だよね。それがすごいエクスペリエンスっていうか、刺激的で飽きないよね。刺激的で飽きないですね。それはあるかな。であとはそうね、
観光とか、まあ、渋谷とかだと、うんこういろいろ最先端のカルチャーじゃないけど、まあ、テクノロジーとか、まあ、それこそ電動キックボードとかさ、最初に確かに出るのってやっぱ東京じゃん。ニュース見てるとより面白いよね。ニュースで出るところ、最初にピックアップされるところが都内に集結してるから、それがすぐこうリアルタイムでこのことを今日やってたみたいなのがすごい面白いかもしれないですね。そうだね。じゃあ次は悪い部分。悪い部分か。まあ物価とか、家賃。まあ物価、まあ基本的に物、まあそうだね。全般的に高い。高いかな。だからそうだね。まあ普通に地元だと、田舎の方だと家賃が例えば3万ぐらいで住めるところがこっちに来ると10万とかに跳ね上がったりするからちょっと高いよね。外食も多分高いよね。外食も多分高い。同じものでもね、1000円以内で食べれるものが1000円したりとか、それは全体的にお金がかかる。まああとは交通量が多いから、まあ空気は田舎の地方の方がすごいなんか旅行行った時とかははってね、いい空気だなってやっぱ思うことが多いし、あとまあ満員電車も嫌です。満員電車は嫌だね。まあ東京に一極集中してるから、やっぱそのラッシュアワーを逃れるのは結構きついよね。なんか人混みをこう俯瞰して見てるのはこうなんか楽しそうだなと思って好きなんですけど、実際そこに自分がいるとなるともう疲弊しちゃうので、まあラッシュアワーはちょっと苦手かもしれない。それは嫌だね。かな。いいとこです、東京は。そうだね。じゃあ次、YouTube を始めたきっかけを教えてください。そうだね。じゃあすーちゃんは何かある？まあ結構長くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ私が最初のきっかけっていうか、私がもともと今のこの会社員っていうのをスタイルをやめたいなっていうのをずっと結構もう社会人になって4年目ぐらいからずっと思ってて、でそれきっかけでインスタとか YouTube とか、SNS を中心に実はもっと前からいろいろ試していて、で東京にね2人で住み始めた頃とか、1人でオムライスの動画を1人でこそでコツコツやってて、俺はそれを傍から見ながら頑張ってるなと思ってたけど、作るね動画を撮ってたりとか、なんかいろいろ試してはずっといて、であとピラティスの資格も持ってるので、そのピラティスを教えるっていうような動画を撮ってたりとかいう時期もありましたね。でももともとモリアンと2人で私はずっとやりたい、モリアンとだったらもっとなんかうまくできそうだねなっていうのはずっとあった時に、モリアンのお仕事をね、ちょっとこう辞めるとかね、そういうきっかけがあって、でモリアンも最初はあんまり乗り気じゃなかったけど、ちょっとずつ心境のね変化が。そうだね。もともとやりたかったっていうのがあって、で僕は、直近の職場があんまり、労働環境が良くなくて、でちょっと辞めたいなって思ってた時に、SNS をこう一緒にやりたいって言われた時に、この仕事をするんだったらそっちの方がいいかもなっていうふうに思ってた時に、もともと僕はその海外の人と関わるのがもともと好きで、英語も勉強してたのもあるんですけど、海外とやり取りする、チャットツールみたいなのがあって、そこでなんか日本に来ますよっていう海外の人とやり取りをして、実際に日本に来た海外の人を観光地に連れてったりするっていうのを、何度かやったことがあったんだよね。でそれきっかけで、そしたらYouTube かけるその海外に発信する何かできないかなっていうのがあって、じゃあ Vlog の海外向けに至ったよね。なんか最初はそのね、観光とかってなるとすごい大きくビジョンがすごい大きい、規模が大きいから、なんか今の自分たちでも
できること背伸びしなくってもできることないかなってかつその自分たちがやりたいこと、なんだろうってなった時にまあ自分たち2人でね生活してるのがいつも楽しかったし、それとモリアンのやりたいことをこう掛け算した時に、YouTube の Vlog とその、海外、海外 YouTube やりながら今の自分たちでも海外の人たちとつながれるんじゃないかっていうのに至って始めたっていう感じ。そうだね、それが、そういう流れかな、流れがありますね。はい、じゃあ次。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。長くなってしまったので今日はここまでにします。後半の質問もぜひお楽しみに。